ナーロード。略奪者が攻めてきたものの傭兵だけであっさり撃退した我らがパンツ村。そしてついにライバル領主が攻めてきた。私のパンツを焼かせはしない。戦いの時間だ我ら単独ではおそらく被害が甚大になる。傭兵たちの力を借りるぞ。とその前に民兵編成しなきゃ。6部隊先に民兵編成しないと、後から編成できない謎仕様をやっと覚えたか。でも鉄兜は全員被ってくれるのに、ジャンベゾン着てくれない仕様はようわからん。鉄プレートみたいに家レベルで装備できないとかあるのかもな。文句ある奴はパンツ鉄兜で戦え。不審者セット。で傭兵は全部契約で、頑固な奴ら緑の帽子森の戦友の計7部隊。いっぱいいて頼もしいぜ。こちらの民兵の被害を軽減できるよう、奮戦を期待するぞ。出現位置はちょい微妙、急ぎパンツ村に集結せよ。パンツ村の逆からやってくる奴らもいるな。森の戦友たちは少し遅れて参戦になるかな？戦闘中は開発に手が回らなくなるので、事前に家の区画割りを設定。街道沿いに新たに裏庭付き住宅街建設。さて占領の進捗状態も半分になっちゃったし、ここらで敵対を表明じゃあ。パンツを掲げよ、戦闘状態に移行するぞ。今回の戦場はこの黄色い円の場所。ここに互いの兵を集結させ決戦するようだ。立ち上がれパンツの民よ、武器を手に取れ、我らを侮り侵略したことを後悔させてやるのだメッセージが届きました。390円あげるから戦闘はやめてちょんまげ。攻めてきたのお前やないかーい。白霊霊夢渾身のツッコミ。振り上げた拳はもう下ろせない。動画の撮れ高とかあるんだよ。大人の事情で戦闘続行。そしたら結果これですよ。瞬間移動で戦場付近に湧く、敵。ずるくない？エマージェンシー、敵戦場に現れり、至急従者は現地に向かえ。慌てて従者を2名増員。場合によっては傭兵到着までパンツ防衛団で耐えるしかないよ。とりあえず邸宅前に集合、敵の出方を伺うぞ。こっちの集結まで待ってくれるならいいんだが。はい、陛下のアイコン横に統治のアイコンついてます。パンツ村焼く気満々でございます。瞬間移動領土侵犯から襲撃とか、敵参行軍速度速すぎだろ。泣き言言っても奴らはパンツを焼きに来る、村の戦力だけでなんとかするぞー。パンツを焼かれる前に布陣し、敵の注意を村からそらし兵に向けさせるのだ。敵の統治アイコンが消えた。このまま敵を引きつけ村を守るぞ。一部傭兵団がビキニアーマーまで到着。ビキニ民兵と合流し行軍を開始せよ。この距離なら5詰めに間に合いそうだぜ。敵兵はパンツ防衛団に釣られているな。よろしい。ならば交代してさらに時間を稼ぐぞ。野生動物のいる森を突っ切れ、姿を消し敵をこちらに誘い込め我らの有利な地形に敵を誘導だ。皆の者進め味方の傭兵と合流するぞ。戦闘開始。どうやら要人鋭戦力が揃ったと判断されたようだ。敵の誘導はうまく進んでいる。このまま敵領地内に布陣してやれ。パンツを汚す必要はない。汚物は敵領地に打ち捨てろ。戦後処理が楽だ。一時はどうなることかと思ったが無事集結できそうだ。さあ陣を構えるぞ。万全の状態で挑み、被害を最小限に抑えるぞ。敵影確認、行軍速度の速い敵級兵だけで突出して出てきたぞ。後衛部隊だけで突っ込むとは愚かなり。だが奴は逃げ足も速い。負荷を意するな。こちらも級兵を出し矢で牽制するぞ。左翼級兵が狙われている。パンツ槍民兵、敵山賊を抑えるのだ。パンツの槍を見せつけろ。やっぱ傭兵たちに戦ってもらおっと。なるべく傭兵たちを使い潰す。これがうちの霊夢さんだ。おっと右翼は敵級兵が回り込もうとしてる。ビキニアーマーの騎士、5名しかいないが敵級兵を通すな左翼は敵18名に対し、こちらは72名の級兵で正射。パンツ槍民兵出し渋ってたけどやっぱ応援よろ。傭兵たちでは間に合わん。このバージョンだと級兵火力が低いから、今のままじゃ敵に突っ込まれちまうぜ。救援急げー。結果級兵に接近されたものの、逆手にとって3部隊で囲みフルボッコの陣。包囲殲滅だ。一兵たりとも逃がすなおっと敵山賊を助けようと後続の敵槍兵が迫ってきたか。緑の帽子の軽武装歩兵よ。守りを固めこの先に敵を通すな。予備戦力として少し離れた位置に布陣してた森の戦友よ。鬱陶しい級兵をなんとかしろ。おい左翼側に動きがあったぞ。防御固めてたのに中央に進路を変えたみたいだ。敵の主力の従者36名も来てるな。パンツ槍民兵左翼の槍兵を撃て敵従者との戦いは被害出そうだ。なるべく傭兵に任せたいところだぜ。
我らの従者16名も負けてはおれんぞ。敵あり兵に突っ込めー。お、左翼の敵3族消滅してるぞ。よし中央の救援に向かえ、敵の従者をめっこめこにしてやれー。敵の従者36名はガチ戦力だ。心してかかれよ。パンツやり民兵が一部隊を抑えてる間に、パンツ防衛団が他部隊と連携して敵の包囲に成功。ヒーハー、パンツを燃やそうとしたならず者に正義の鉄槌を下してやれー。屈強な敵であろうと囲んでしまえばこちらのもの、数で圧殺だ。血でこの雪原を染め上げろー。右翼の旧兵同士の戦いはこちらの数が倍なのに、まだ1名しか討ち取ってないのか。ビキニの騎士も寒空の中めっちゃ応援してるけど成果なし。もっと腹から声出せー。パンツやり民兵9名が犠牲になるも、敵やり兵の撃退に成功。結構被害出ちまったな。やっぱパンツヘルメットじゃ防御力不足か。時同じくして敵主力の従者36名も壊滅。はっはっは、どうなるものかと思ったが、蓋を開けてみれば我らがパンツが圧倒してるぜ。残すは2部隊、中央の応援に進むぞ。と思ったら壊滅。これで残すは9兵のみだ。囲め敵の逃げ場をなくせー。改めて見るとうちの軍勢かなりの数だな。総勢13部隊391名、なかなかの戦力。敵はどのくらいだったんだ？ 5 部隊162名。そりゃ戦う前からごめんなさいメールもしたくなるわな。撃て背後にも兵を回してる。もはや敵に一切の正気なーし。そしてあえなく敵部隊全滅。我々の勝利だ勝ち時をあげよ。かーったどー。思い知ったか侵略者め、もう二度と我らのパンツに手を出すなよ。こうして防衛に成功し、平和が宣言されたのであった。皆の者パンツのためによく戦ってくれた。半分ぐらいは傭兵だから、仕事でパンツを守っただけだろうけどありがとうな。民兵13名の命が奪われたが我らの尊厳は保たれた。英霊たちに黙祷を捧げよ。半旗をあげろ、パンツも半分に、黙祷を。はい部隊解散、お疲れ様でした。つか今回圧勝したのに影響力とか増えなかったな。傭兵まで雇ったのに得るもの何もなし。これ戦う前に来たメールの返信で、金もらった方がマシだったのでは？それは言わないで。戦争、それは本当に不毛なもの。さて今回の戦いでは、パンツヘルメット装備でお亡くなりがいたのでプレートアーマーの輸入を開始。でもこれレベル3住民しか装備できなかったような。もしかしたらレベル1はチェーンメールしか装備できないのかな？かもしれんな。まあめんどくさいからこのままでいいや。パンツヘルメット装備続行決定。着たい人はギャンベゾン着なさい。在庫はある。変な意地張らないでギャンベゾン着ろ。そんなわけで槍兵の装備は揃ったという体で、他の兵科も新設しようと戸建ての作成を開始。鉄鉱石の採掘場の裏の斜めの土地が、家建てるのに向いてなさそうなので畜産をすることに。羊を飼い化けを加工したりできるらしいぜ。鳥間牧草地と羊牧場が必要かな？家畜の取引には家畜交易所も必要だぜ。じゃそれも一緒にホイットな。ビキニアーマーでは食料に余裕があったので、10分の1税を 20% に。戦いで影響力が稼げず、なんとか稼ごうともがく様子。いっぱい食料を収めれば影響力も上がるはず。縦長の家に菜園建てまくって食料増産ゴリ押し作戦。おっとビキニアーマーの粘土が枯渇。天然資源もだいぶ取り尽くしたな。そろそろ裏庭で色々生産させた方が良さそうだし、好感度維持できるようにエールの生産体制を整えましょ。だな。まあ体制整うまではがっつり森林伐採で。この辺りもだいぶハゲ山になってきたぜ。で羊関連が完成してきたので、適当に安かった子羊30頭を購入。子羊は大人の半額だけど育つまで毛が取れない感じかな？どれくらいで大人になるかわからないけど、急いではないからじっくり観察してみるよ。さいですか。お次は市場が狭くなってきたので、教会の周りに区画を設定。教会にお越しの際は、合わせてご利用くださいませ。お、森林官が植林作業してる。泥長い木が生えてるから、そのうちこの辺りの森が再生されるかな？村も安定してるのでそろそろ居留地レベル上げましょ。好感度も今なら維持できそうだ。それでは縦長の家を、アップグレード。レベル3の家は居住者数も増えるから、人参の生産量も増えてくれるといいな。消費量も増えそうだけどね。どうなることやら。生産量増えるならエールとかの方がいいかな？多く生産できる分には売れるし、こっちの方が成果がわかりやすいかもな。あと食料の多様性が維持できるように、食料の輸入を微調整と。これで準備万端だぜ。
ではレベル3の工事が始まったところで、新たに村の仲間になった羊を見ながら今回はここまで。初の防衛戦勝利おめでとうと思っていただけたら、高評価ボタンポチッとお願いいたします。嬉しいです。防衛に勝利したものの何も得るものがなかったパンツ村。果たして影響力をため逆進行をする日は来るのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。